ワールド3315です。今回は1970年ダッチチャージャー 440 SE-RT をご紹介させていただきます。非常にこの長いデラックスバージョンなお車なんですけども、ついさっきまでここにあったんですけど、今オーナーの元に向かっております。車のない状態なんですけども、ダッチチャージャーはですね、数ヶ月前までアメリカにありました。そしてオーナーがご自分で見つけて、その輸入だけのお手伝いをさせていただいたお車です。ダッチチャージャーはですね、車のポジション的にはスペシャリティカーのポジションかなと思いますね。ちょっとラグジュアリーでゆったりと乗る。でもエンジンが 440-7200cc のモバエンジンが乗っておりまして、ハイパフォーマンスモデルでもあります。本当にマッスルカーっていうともうパワフルに走る車の印象がここにあると思います。そしてですね、まずこだわったのが、まずボディが元色ブラック、そして内装がブラック、エンジンが440のビッグブロック、この3つの条件でずっと年越しでオーナーさんは探してたんではないかなと思いますね。まずアメリカから入ってきまして、最初に行ったのはバッテリー交換です。バッテリー交換をしてエンジンスタートをしやすくしまして、そして板金屋さんに入りました。板金屋さんの方ではモールの穴埋めなどちょっと細かな小傷だの、そういったものをちょっと修理を行いました。僕の主観的な見方なんですけども、ダッチチャージャーはクーダーチャレンジャーのような AAR とかああいうレーシングっていう雰囲気よりもラグジュアリースペシャリティカーの位置づけだと思うんですね。大柄なボディと豪華な装備ですが、エンジンはモパ440ビッグブロックが乗っているという、なんかあれやこれやっていうのを全部抱き合わせたっていうようなスペシャルな一夜だと思います。そしてこの SE っていうものはですね、スペシャルエディション、何がスペシャルエディションかって言いますと、パワーウィンドウがついてたりですとか、いろいろその辺はちょっと後でご説明しまして、そしてこの RT っていうのはですね、 R はロード、普通に一般の公道のことを言うんですね。 T っていうのはトラックっていうのはレース場のことを意味します。ですから街乗りでもレースでもどちらでも行けちゃいますよっていう全部取りみたいな、そういう意味合いなんですね。そしてドアについたこのサイドダクト、これも迫力のある特徴の一つだと思います。とダッチチャージャーのやっぱりこの魅力と言いますと、ギミックですね。ヘッドライトのギミック、これはですね、まずインパネの一番左側にスイッチがあります。そしてこのヘッドライトスイッチですね、ヘッドライトスイッチを一つ上げますとスモールランプがつきます。もう一つ上げますとヘッドライトが開閉します。そして左足元のフットスイッチ、そこディマースイッチっていうものなんですけど、これを1回踏みますとハイビーム、もう1回踏みますとロービームの元に戻ります。そしてヘッドライトを消せば自動的にシャッターは閉じます。やっぱりこの当時はこのデザイン重視だったんですよね。やっぱり何よりもデザインだ、ヘッドライトは出ていてはいけないみたいな、いけないっていうよりはこのヘッドライトはちょっとこの車のイメージに合わなかったのかなっていう、ちょっと勝手な想像で申し訳ないんですけど、そんな感じだと思います。
とはですね、オーナーさんがダッチチャージャーに対するイメージっていうのはフロントをグッと落として低くこのミサイルみたいにとんがったイメージだったんですね。そしてそれをですね、車高を落とさなくてはいけなくなりまして、で車高を落とすのはですね、これコイルスプリングではなくフロントのサスペンションはトーションバーって言いまして、ねじれるやつなんですね。棒をねじれさせてサスペンションをさせるっていう、そういうやり方で、それを止めてありますボルトを緩めていきますと、勝手にどんどん車高が下がっていくっていう昔ながらの車高調システム。ただやっぱり車高を落とすとサスが柔らかくなってしまう。それをガチガチの QA1 のアジャスタブルショックで急なハンドリングでも踏ん張ってもらう、そういうような考えでショック交換をいたしました。そして、タイヤはですね、フロント2456015で、これでこのまんまやっていきますとフェンダーに当たりますので、フロントを2256015に変更しまして、車高を落とせるようにちょっとインナーフェンダー内を稼いでみました。リアはですね、これはミッキー・トンプソンのドラッグラジアルっていうちょっとグリップのいい縦溝のタイヤみたいなものなんですけども、当然高速道路も乗れますけど、タイヤサイズは295の5515、なかなかこの55っていうのが通常のタイヤではないものですから、これでリアはボリュームがあってフロントはちょっとシュンとした感じの落として、なんかとんがった感じのイメージにどうにかなっていったかなと思います。実際もうちょっと落とせると思うんですけども、これは走りながらの微調整になってきますので、車高の方は最終的にペタッと低くこんな感じのスタイリングになりました。そして次、インテリアはですね、意外と広々としてます。そしてすごくシンプルです。そしてダッシュボードからメーターを見ていきますと、まずこの真ん中にあるやつですね、これは後付けのクラシックオートエアのエアコンシステム、それのスイッチになります。そして左に流れていきますと4連のメーターがあります。アンメーター、オイルプレッシャー、水温計、燃料計、そしてスピードメーターと、あとはその左に、時計メインのようなタコメーターがあります。大体これ以上メーター正直いらないと思うんですね。このぐらいあればもう十分だと思います。そして次、エンジンルーム。エンジンは、モパ440 7200cc のエンジンが乗ってまして、後付けのエアコンがついてまして、まずいろいろと修理を行ったのは配線周りです。配線に関しましては、当然来た時は意外とぐちゃぐちゃになってました。それをですね、まずバッテリーのキルスイッチ、このディスコネクトスイッチっていうものをつけまして、普段あまり乗らない車なのでいちいちバッテリーのターミナルを外してっていうのも問題ありますし、あとはチャチなのつけてもすぐダメになったりするので、これは250アンペアのバッテリーのキルスイッチをつけました。乗るときにここでオンにしていただければ、バッテリーのターミナルはいちいち緩めたり締めたりとかしなくて大丈夫です。そしてケーブル関係をまとめまして、次にこれはボンネットにですねウィンカーのインジケーターがあります。このインジケーターの配線がプラーンとしていましたので、それを全部配線を見直しまして、このボンネットの内側の方に入れてシンプルに収めました。あとは他も一式まとめて、配線の方は全て裸のプラスとかそういったものもありませんので大丈夫です。あとこのエアコンですね。エアコンに関しましては、オンにした時にコンデンサーに風が当たるように2連の電動ファンをつけました。
これはできる限り消費電力の低いものを使ってまして、これでコンデンサーを冷やすようにしてます。そしてそれと同時にどうしてもエアコンをオンにしますとアイドリングが下がります。それをアイドリングの、アイドルアップっていうソレノイドをですね、キャブレターのショットルリンケージのところにつけまして、自動でドライブにしている時とアイドリングをオンにしてドライブになった時、その時に回転数が落ち込まないようになってますね。同じ回転数でずっとエアコンが使えるっていうようなシステムにしてあります。で、実際にメインのラジエーターの方のクーリングはどうなってるかって言いますと、オリジナルのメカニカルファン1機のみです。あとは、熱を持たせないちょっと調整方法とかそういったものもありますので、そういったものでちょっとフルカバーしてます。これでテストをしました。次にボディの方戻ります。このテールを見ますとですね、この真ん中にチャージャー RT っていうエンブレムがありまして、その両脇のテールレンズ、これがですね、夜ビカーッと光るので、後ろはかなりド派手なテールになってます。マルテールとかもすごくかっこいいんですけども、これはこれでなんかこう派手っていう、かっこよさっていうよりなんか派手なテールっていう感じになってますね。それとこの給油口、これはですね非常にレーシーでですね、気付きだのなんだのってそんなことはもうありません。もうパチンとワンタッチでこれだけで開いてしまいます。エキゾーストの方はフローマスターの40シリーズ、40シリーズっていうやつですね。これだけでだいたいレフの手前で終わってます。で、実際ちょっと試乗してみますと、やはりビッグブロックでどこからでも吹き上がる、そしてあとはスタートダッシュも結構強烈で、ぐんぐんスピードが出てっちゃうんですね。で、スピードメーター見てないとおそらくスピード出しすぎになってしまうような感じです。ちょっとこうフロントを落としたので若干ふらつきは感じますけども、全然そんなの関係なくぐんぐんスピード出てしまいますので、ちょっと気をつけてもらわないと危ないかなと思いますね。こういう古い車に関しましては、実際に修理とお付き合いしながら乗らなきゃいけないと思います。極力でもそういうことがないようには手を施してみましたけども、乗ってればいろんなことがあると思います。これからイベント会場で見られることもあると思いますので、ぜひその時はちょっとじっくりご覧になってみていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。